JMN 吉田です。今日はですね、自律神経失調症、あと自律神経についてちょっとお話をしたいと思うんですけど、実際に自律神経失調症っていうと、なんかね、私はちょっとおかしいんじゃないかとか思う方もおられるんですけど、実はそうじゃなくて、よくうつっていうのがありますよね。で、僕はうつ気味というのを分かってください。そして、早く休んだり、いろんなことをしてくださいっていうお話をしてるんですけど、実際にうつ気味でもイライラするとか、怒りっぽくなってしまうとか、いろんな症状があるように、体に出る場合、ね、そういう、態度じゃないけど、体に出るもの、それを自律神経失調症と呼ぶんですね。で、実際に自律神経というのは、体のいろんな部分をコントロールしてくれてる神経なんですね。もう心臓から血圧から呼吸から消化とか体温調整。で、実際に血圧やなんかがこうね、上がったり下がったり、ストレスやなんかがあってするとですね、立ち上がるとフラフラしたり、めまいがしたり、心臓もそうですね、動悸だとかね、脈拍数が増えるとそういうことがあったりしますよね。そして食べるものの方で、消化器系でも食欲不振になったり、吐き気がしたり、胃腸の調子が悪いよとか。また体温やなんかでも手先が冷たいとか、よくあると思うんですね。だからよく私、ここのとこ手が冷たい、手先が冷たいのって人は自律神経失調症かもしれませんってことなんで、誰にでも起きる症状なんですよね。ただ、それがですね、その自律神経失調症ではなくて、何か病気が隠れてて、そういう症状が出ている場合、こういうのは怖いので、あまり続くようでしたら1回病院に行って検査をするというのも必要ですけど、なかなかちょっといろんな複雑な影響で、病気はないんだけどねって言われている状態、その状態についての今日はレシピを皆さんに、ご紹介しようかなと思っております。安定ジェルという名前で、自律神経を安定させるという意味で、この名前を付けました。ハイブリッドオイル2ミリに、マジョラムがイオン的、これ、副交感神経の安定があります。そして、バジルがイオン的、これも自律神経の安定があります。ゼラニウムエジプトイオン的、これも自律神経。で、うちの会員、女性の方が多いんで、やっぱりエストロゲンというのが重要に関わってくるんですね、自律神経にね。そして、クラリーセージが4滴。で、ソイシードっていうのもエストロゲンが非常に強いので0.4ミリ。そしてナチュラルモイストジェルを20ミリ。で、これはですね、1日3回とかじゃなくて、さっきの、もし、イライラするとかあったら、手首を塗ってください。ね。あとなんかフラフラするわっていう時も手首でもいいですし、なんかそういう、ちょっとなんだかわかんないんだけど、体調辛いわっていう時もいいですし、ちょっとメンタル的になんか集中力がなくなって、あっちもこっちもっていう時もいいので、ぜひこれを試して、1日10回塗ってもいいです、別にね。で、ちょっと休むっていう感じ。で、休むというのは、寝るというのもなかなか難しいんですけど、実は心の休めというのは、何も考えないということなので、何か好きなことをして夢中になれば、心は休まります。30分家でできる、簡単にできる本を読むとか、30分で以上やっちゃダメよ。で、休んでいただいて、それからもう一回家事ですとか仕事をすると非常にはかどると思います。辛い状況でずっとやっても、うまくいかないので、休むというのを取り入れていただいたらよろしいかなと思いますね、実際。こういう形で少しでも、大きな症状が出る前に、ね、風邪気味で早くやれば風邪ひかないで済むように、こういう自律神経失調症も実は教えてくれてるものなので、今、体調悪いですよっていうのは、休んでくださったら、多くの方が健康に過ごせるのかなと思って、今日の動画を撮ってます。はい、今日も以上でした。ありがとうございます。失礼します。